はい、こんにちは。任天堂が任天堂スイッチ2の発売、その他諸々を発表しました。この任天堂スイッチ2、どっち買う問題を考えたいと思います。どっち買うかっていうのは、日本語の国内専用版か多言語対応版かということなんですけれども、一般的には日本語の国内専用版を買うと思いますが、多言語対応版を買った方がいい人も中にはいます。さあ、その任天堂スイッチ2ですが、2025年6月5日に発売されます。希望小売価格税込み 49,980 円ですと。で、この日本国内専用というのは、日本国内専用仕様の日本でだけ販売される特殊なモデルです。例えば、フランスでフランス語専用版みたいなのは出ないので、この日本専用モデルっていう特殊なモデルが日本だけの特殊なものなんですね。そしてそれが日本だけということで、任天堂スイッチ2多言語対応版っていうのがあります。日本語含めていろんな言語に設定できるとか、他のいろんなストアの、他の国の設定のストアでも、のアカウントでも使えるとか、いろいろあるんですけれども、これは、グローバル版と言ったらいいでしょうか。これが標準的な任天堂スイッチ2なんですけれども、日本でだけ日本語国内専用版が出ますと。そういうことですね。これはなんでこんなことになったかというと、日本で買って外国に転売するとかいろんなね、日本でのゲーム機価格っていうのは比較的安い。そして、プレイステーションはちょっと、最近ちょっと変わりましたけど、ソニーは日本企業だとして、ソニーなんたらインタラクティブなんとかが日本企業だとして、任天堂も日本企業ですから、日本で発売されるものが欲しがる人がいっぱいいますということですね。それで、日本で買って外国に転売しようみたいな人がいっぱいいるんですけれども、そういう人がですね、この任天堂スイッチ2をお店とかでね、買い占めて、日本人が日本で買えない状態になると。そういった転売対策とかもろもろのことで、任天堂スイッチ2が日本国内専用版になりましたよと。で、任天堂は任天堂 3DS の時はリージョン政権があって、日本で買った本体を外国のソフトで使えない、外国で発売されるソフトで使えないとか、外国で販売されている本体を日本に持ってきて、日本で発売されている、ソフトが使えないとかいろんなのがあったんですけど、任天堂スイッチ2からそれがなくなりましたと。で、それでいって、任天堂スイッチは比較的人気になったんで、外国人がいっぱい買って買い占めて買えないとかいろんな問題が出てきましたよと。そういったことが背景にもあるようですけれども、そんなことはともかくとして、ですね、その日本国内専用版と多言語対応版、これどっち買えばいいんですかということですね。一般的には日本国内専用版を普通に買えばいいですけれども、多言語対応版を買った方がいいっていう人もいますね。そんでその値段の比較をしますと、この、49,980 円と 69,000 円なんで、日本語専用版っていうのは多言語対応版より2万円も安い。かなりお買い得な、任天堂スイッチ2でなんですけれども、国内専用版っていうのはね、本体の言語設定が日本語しかできない。そして、任天堂アカウントの設定も日本に設定しているものでしか使えないとかね。で、なんで日本のいろんな機能がね、日本国内専用になってますよということですね。だから日本に今住んでるけど、1年後に、どっか外国に引っ越して、その外国のアカウントに設定し直して使えますよみたいなことになると使えなくなるということですね。なんで多分これ書いてあるのが一般的な制限で、他にもですね、おそらく、無理やり日本に設定しても、例えば日本設定のクレジットカードが、
日本設定のクレジットカードしか使えないとか、外国で発行されたクレジットカードが使えないとか、例えばあとは何がある？日本で売ってる、任天堂の、なんたら、コンビニとかで売ってるなんたらプリペイドカードとかありますよね。ああいうのを使ってゲームを登録するのにも、例えば外国からの登録ができないとかね、多分裏ではいろんな対策が他にもあるんだと思います。そういった制限があるのが日本国内専用版ですね。グローバル版はそういった制限が多分緩いもしくはないんだと思います。そういったね、いろんなややこしい制限があるのが任天堂スイッチ2日本国内専用版になります。だから普通の日本の方は普通に日本で日本語設定でゲームを遊ぶだけですから、国内専用版を買うっていうのがその一択でしかないですね。何しろね、2万円安いから5万円で買えますからね。はい。ということです。その価格差をちょっと見てみます。これ税込み価格ですから、税抜き価格にすると、大体こんな感じになります。これをアメリカでの任天堂スイッチ2の価格、449.99 ドル。これを1ドル150円とすると、税抜きで 67,498 円で、税込み 10% タックスだとすると 74,000 円なんで、多言語対応版も日本で買った方が今のところ1ドル150円だと安いですよということになりますね。この、為替は常に変わりますから、急に145円とか、155円とかになる場合があるから、それでどうなるかっていうのはもう全く分かりませんからね。はい。ほんで、この価格ですね。この1ドル150円のアメリカ価格で現在の日本国内専用版を比較すると、だいたい 32.7% 引きで買えるということになります。任天堂スイッチ2、日本国内専用版ですね。その代わりいろんな制限がありますよ。実質日本に住む日本国内専用の日本語でしか使わない人専用なんで、32.7% 引きですよみたいな見方もできますが、これは、こんな感じですね。多言語対応版は普通の一般の国の方は多言語対応版を買うので、日本国内専用版だけずるいぞと、各地域の任天堂ファンの方は思ってると思います。で、日本で多言語対応版を選ぶか悩む人っていうのがいるんですけれども、これはどういう人かというと、言語設定を変更してゲームを遊びたい人ですね。わざわざこんなことをする人がいるのかというと、結構いっぱいいます。日本語で楽しんだ後に他の言語で遊びたいという方ですね。例えば、その特定の言語の、特定のボイスアクターの方のファンの方なんかは、例えば英語で吹き替えしてる誰かの言語で遊びたいとかね、そういうことをやりたいと思います。あとは英語の勉強してる人とかですね、日本語で遊んだから意味は分かってるから、英語でどういった内容になってるか確認しながら英語を勉強兼ゲームで遊ぶと、そういったことができますね。もちろんゲームの言語設定は英語だけじゃなくてスペイン語、フランス語とかね、中国語とかいろんな言語で、設定されてますから、作られてますから、いろんな言語を切り替えたらいろんな言語で、遊べるので、英語だけじゃないですね。いろんな語学学習にも、ゲームは使えるということですね。そういったことで言語設定を変更してゲームを遊びたい人には多言語対応版の方がいいんじゃないか。もしくは、日本版でも言語設定だけ変更できればいいんじゃないか。そんな風に考える人が多いと思います。で、現行任天堂スイッチ1としますね。現行版任天堂スイッチのゲーム言語変更パターンはですね、ゲーム内で言語設定が変更できるもの、本体言語に連動するもの、そんな機能はそもそもないものの大体3つになります。
で、それがどう違うかっていうのはゲームによって変わります。例えばスーパーマリオメーカー、こう間違ってる。まあいいや。スーパーマリオメーカー2の場合ですね、こう対応言語でいろんな言語がこう書いてありますけれども、ゲーム内に、言語設定はないです。だから本体の言語設定を変えればスーパーですけどね、これね。スーパーマリオメーカー2は言語設定を変更できると。まあ、スーパーマリオメーカーぐらいだとあんまし、言語がどうのっていうのは関係なく遊べると思いますけれども。そして、例えばゼルダの伝説ブレスオブワイルドの場合はですね、こう言語設定、ゲーム内の言語設定を見ると、こう日本語、英語とかいろいろ変更できるんですけど、これはね、音声言語だけですね。音声言語だけゲーム内で設定可能で、出てくる文字の言語はゲーム内での設定変更はできない。だからこれは本体の言語設定を変更しないと、文字とか UI とかの言語設定は変更できないということですね。じゃあ、昔のゲームの復刻版的なね、セガエイジスファンタシスタの場合で見てみますと、ゲームバージョンっていうんで、ワールドとなんたらっていうのがあって、それで、実質言語設定ができるという形ですね。で、これは英語のみの設定が変更できるということで、実際どうなるかって見てみますと、例えばこうやってね、ファンタシスタの初めの画面で、英語でこのセリフっていうか文字が出てきますけれども、日本語だとこんな感じになりますと。で、これどっちがいいかっていうと、字読める人はこっちで楽しみたいなみたいな人がいると思いますけども、こういったね、言語設定が変更できるっていうのが最近のゲームの楽しみ方の一つで、それで、英語の勉強をするとか語学の勉強をすることに役立てる人がいますよということですね。で、他の言語で遊びたい場合、結局どうしたらいいかということなんですけれども、本体言語連動ゲームの場合だと、日本語設定しかできない Nintendo Switch 2国内版だと、ゲームの言語設定が、できないパターンが結構な確率で出てくると思います。アドベンチャーゲームなんかだと言語設定が変更できるものがゲーム内でねできるものが多いみたいなんですけど、それ以外のゲームだとなかなかそこまで、そういった、便利機能があるゲームっていうのが多くはないっていうのが現行の Nintendo Switch 2を見てNintendo Switch 1を見てわかるところですね。ということは、言語設定変更して遊びたいよと、そういう方はですね、日本でも多言語版を買うべきだと、そういうふうに結論付けました。というわけで、日本でだけ日本語で普通にスイッチ2を遊びたいよっていう人は普通に売ってる日本専用版を買えばいいと思います。言語設定、ゲーム内の言語設定をいろいろ変更したいですよと、そういう人は本体の言語設定が変更できる多言語版、2万円高い多言語版をもう買うしかないですね。はい。そういうことです。その2万円高いって言っても、諸外国の販売されているものと値段は大して変わりませんから、いろんな言語設定を楽しめる、付加価値がついた2万円で遊べると。そう考えると、そんなし高くもないけど、高いっちゃ高いんですけどね。ということで、結論はこういうことになります。そういうわけで、今日は終わりたいと思います。